はい、こんにちは。今日はね、工学支部層、秋とやっていきたいと思います。幾度となくやってるオリジナル武装のシリーズなんだけど、前回作った電動大バサミ、これを使った武装を作りたいということで、行ってみましょう。まず前回の電動大バサミの挙動を軽く確認していくわけなんだけど、前回はこうやって縦に向けて使ってました。これは前回説明した通り、両手で掴むとハサミの動作を腕で止めちゃうってのが根本的な理由だったんだけど、それ以外に開くっていう機構を備えてないので、横向きにした場合意図的に開くことができなかったんだよね。なのでまず開く機構を作りましょうか。当然開く挙動をするためのモーターが必要になるんだけど、なんで不足してるんだっけとりあえず発電機として使ってるやつを使うしかないか。待てよ、分解する前に充電が足りてないやつを充電してからの方がいいな。ちなみにこの火力発電機は今までも臨時で作ったり分解したりしてたんだけど、仕組みとかその辺は火力発電の回をご参照ください。よし、十分に充電できたので、このモーターを使っていきましょう。で、とりあえず逆向きに動くような形でくっつけるとして、これだけだと本体がグラグラするので、とりあえず補修材で固定しとこうかな。これで試してみると、ちゃんと開く動作と閉じる動作ができますね。向きを変えたりしてもちゃんと動くので、ひとまずの動作確認としてはこれでいいでしょう。よし、じゃあこれをソーシングとして使えるように形状を変更していきます。モーターを固定する部品はより耐久性の高いゴムを使った方がいいかな。で、とりあえず今はまだ仮組みをしながらどんな形にするか考えてるところでもあるんだけど、ちょっとね、軸がビヨンビヨン動くみたいなので、開く用のモーターも両軸化しときましょうか。両軸化のやり方は前回解説もしたんだけど、公式ディスコードには両軸化されたモーターの設計図も置いてあるので、めんどくさい時はこっちを使うと便利ですねこれで試してみると、やっぱしビヨンビヨン動くんだけど、多分マシにはなってるはずなので、とりあえずこれでいいかな。で、これ思ったんだけど、今回はちゃんと開く機構をつけたので、前回と逆向きで上の刃が動くようにした方がいいんじゃないか。この方が挟む時に重力が加わるので、持ち上げるよりもダメージが大きくなると思うんだよね。こうするとなると電池も1本ぐらい減らしても大丈夫じゃないかな。で、ソーシングとして考えた場合、モーターが外側についてるとバランスが悪くなるので、モーターを内側に付け替えましょうか。このモーター部分が
背中側に来るようにしとけば視界の邪魔にもならないんでね。あとは電気の配線を作っていきます。電気は今回はモーターが2つあるので両手にトリガースイッチをつけるような感じですね。直感的に右手で噛みつく動きの方がしっくりきそうだったので右で閉じる左で開くっていう操作にしてます。狭いスペースに電源を2系統用意するような形になるので電気を通したいところは電導体、通したくないところは絶縁体って感じで意図しない電流が発生しないように組み立てるってあたりがポイントですね。そんなこんなでよし、だいたいこんなもんか。試しに動かしてみるとあれおかしいな。ちゃんと通電してるか怪しいときは LED で確認するといいんだけどちゃんと通電してますね。どうなってんだこれ。閉じる方は問題なく動くしどこか軸がよじれてるわけでもない電力が足りないわけでもない。何が邪魔してるのかわかんないので単独で動かすと動くね。あ、わかった。これね、両軸化でベアリングの外輪をつけてるせいでお互いに電気が伝わっちゃってますね。これね、軸だけだと電気を通さないんだけど軸と外輪がくっついたベアリングだと電気を通すのでそのせいで干渉し合ってる状態です。なので外輪なしの軸でもっぺん両軸化し直します。これで試してみるとよし、ちゃんと動くようになりました。実際に手で持った感じちょっと重いけどギリ使えそうな感じかな。縦でも横でも使えるしこの閉じた状態だとディフェンスモードとして防御に使えそうですね。で、重さに関してはベアリングホルスターって呼んでるテクニックである程度解消できます。ホルスターが重いものをぶら下げられるっていう特性とベアリングの軸と外輪が別部品として扱われるっていう特性を使ってこの外輪をホルスターに固定するとちょっとベアリングに引っ張られてる手応えはあるんだけどさっきより軽く持ち上げられるかな。よし、じゃあこれで実際に戦ってみましょう。狙うのはあの辺にある風車。挟みやすそうな形をしてるので格好の的ですね。ビームはディフェンスモードで意外と痛いなこれビームは微妙にずれた位置から飛んでくるし自分の視界が塞がれてよく見えないので過信は禁物ですね。とにかくいざちょっと噛みつきのタイミングが下手っぴだったかな。もっぺん
じのダメージが入ったんだけど、まだ壊せてないですね。もう一丁。おっと失敗。独特の操作と独特の間合いがあるので、もう少し慣れが必要かも。もう一丁。お、いい手応え。よし、風力発電機を破壊できました。とはいえ、今のは試し切りなので、さっきの実践データを踏まえて最終調整していきます。まず少し幅が広くって持ちにくかったので、少し幅を狭くします。あまり狭くすると体に干渉して傾けたりの操作がしづらくなるので、気持ち程度ですね。あとは外装、程よく硬くて程よく軽いプラスチックで作ろうかな。一応プラスチック自体は調達できるんだけど、薄っぺらいのしかないので、船から適当な大きさの塊を持ってきましょうか。で、これをいっぺん設計図に登録しとけば、薄っぺらいやつを材料に塊が作れるんでね。基本的に装甲はこれで作っとくとして、なんかいまいち味気ないんだよな。アクセントで色味を出しましょうか。外装は増やした方が防御性能は上がるんだけど、手応え的にそこまで重量に余裕はなかったし、どうせ増やすなら攻撃力を上げたいんだよね。そこでご用意しました。これね、ブレード層の回で途中で作ったタングステンバージョンのブレードなんだけど、なんでボツにしたかというと、重すぎて動かなかったんだよね。これをくっつけてみると、やっぱし重いですね。動かないとまでは言わないんだけど、バランスが悪くなりすぎて使えそうにないので、大きくバランスを変えない程度に何枚かだけつけときましょうかね。ちなみにこのブレード部分はアタッチメント方式になってるので、いろんな形状の武器がつけれる設計になってます。実際に動かしながら細かい調整とかもやってるんだけど、なんやかんやっていい感じですね。よし、じゃあこれでもう一つ風車を破壊してみましょう。おっと、スライムなんかがいたりするんだけど、こいつらだとディフェンスモードにしてるだけで勝手に自滅してくれますね。よし、目標の風車いざ。ビーム砲が落ちてきたってことは一撃で破壊できてますね。当たりどころが良かったかな。もう一丁。よし、これでやっぱ石には弱いのか。まあ装甲が壊れるのは仕事のうちとして、電気の配線を一部やられちゃったみたいで、こういう駆動系の武装はその辺が繊細なのも弱点ですね。まあとにかく風車を破壊することができました。
ということで光爆式武装アギトやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。かなりかっこいい動きをするし、ロマン武器の割にはギリ実用できるほどのポテンシャルもあるので、結構お気に入りですね。で、まだ実装はいつになるかわかんないんだけど、創造神のお告げで人型の敵も実装される予定があるみたいなので、そうなってくるとこういう格闘兵器も活躍の場が出てくるかもですね。で、この動きができたってことはもっと面白い武装も作れそうなので、引き続きその辺をやってみようかな。ということで次回は光爆式武装飛び猿やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。